ご視聴ありがとうございます。今日は、もみじの冬の管理方法などについてのお話です。相変わらず、日本語のイントネーションが微妙な AI の音声でお送りいたします。気のせいかもしれませんが、今年は、もみじが色づいた後に、葉っぱが落葉せずに、枯れたまま、ずっと木の枝についている苗が多かったです。例年ですと、一部のもみじを除いて、自然に落葉するもみじが多いです。多分。知らんけど。今年は暖かい日が続いた後に、急に寒くなったので、春の新芽を寒さから守るために、古い葉っぱが残ってくれていたのかもしれないと、ちょっと思いましたが、葉っぱの掃除をしたいという自分のエゴで、ほとんどの葉っぱを手でむしり取ってしまいました。さて、もみじの冬の管理についてですが、これはお住まいの地域などによって違いますし、人によってやり方は様々なので、あくまでも参考程度に聞いていただけたら幸いです。一つ目は、水やりです。もみじも休眠期になると根が水を吸わなくなるので、なかなか土が乾かなくなります。とはいえ、完全に土の中が乾燥した状態が続くと枯れてしまうので、土の表面が乾いているようなら、たっぷりと水を与えた方が良いと思います。雪が降ったり、土が凍っているようなら、水を与える必要はありません。また、風で植木鉢が倒れた状態が続くと、鉢の中の土がすぐに乾燥するので要注意です。二つ目、剪定についてです。剪定をするなら、落葉してすぐがおすすめのタイミングです。目安としては落葉してから1ヶ月以内が良いです。それを過ぎるともみじ自身が春の準備を始めることで、枝を切ったところから樹液が流れて止まらなくなります。また、春の新芽が膨らんできたタイミングもおすすめできません。触るだけで、柔らかい新芽が取れてしまうことがあるからです。逆に言うと、新芽が動き出す前後の2、3ヶ月の早春以外は、いつでも剪定しても大体大丈夫だと思います。三つ目、植え替えについてです。植え替えも、剪定と同様に落葉後の休眠に入ったタイミングから、新芽が動き出す前の3月くらいまでに行うのが良いと思います。一般的には、植え替える際は根を少しほぐして植え替えると言われていますが、根をほぐさない状態で、一回り大きい鉢に植える場合は、一年中いつでも大丈夫だと思います。たまに、根についた古い土をすべて水などで洗い流して新しい土に植え替える人がいますが、それだけはやらない方が良いと思います。根にかなりのダメージを与えるだけでなく、根と土などについている有用な微生物まで洗い流してしまうということになり、枯れるリスクが高くなります。ちなみに、私はこの冬、もみじを植え替えはほとんどしない予定です。なぜならば、寒くて辛いからです。それは冗談ですが、今ある植木鉢は、だいたい1年か2年前に植え替えたというのと、このまま自然の力を信じてみようという理由です。そして、引き続き、肥料は与えずに様子を見ようと思います。枯れて落葉した葉っぱは、米ぬかとカルス NCR のような微生物資材と古い土を混ぜて、腐葉土を作っておこうと思います。今回の動画は以上になります。次回、春にまた会いましょう。ぜひ、美しい春のもみじの動画にご期待ください。ご視聴いただき、ありがとうございました。